はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスのね、マウスピースについてね、語りたいと思います。で、タイトルにあった通りね、負の連鎖って書いてありますけれども、マウスピースね、サックスのマウスピースを選んだりね、するときにね、ものすごく皆さんね、相談が来るんですよ。一体どういうものにしたらいいのかとかね。もしくはね、このね、リードとの相性ですね。このリードって一体何使えばいいのっていうね、そういったね、相談がもうむちゃくちゃあるんですけれども、今日はね、それをね、一連の流れにしてね、一応僕なりに思う正解っていうのをですね、語りたいと思います。じゃあ早速いきましょうか。ですね、皆さんね、もうすでにね、サックス弾いてる方もね、初心に戻ってね、一番初めからどうだったかな、一番初めに楽器を手にしてから、今までのね、このマウスピースのね、交換とかいろいろやったと思うんですけれども、どうだったかなっていうのを思い出しながらね、一緒にちょっと見てほしいんですよ。はい、じゃあまずこの写真見てみましょう。ね、ヤマハ 4C もしくは同等って書いてありますけれどね、まずね、サックスを一番初めにね、手にした時、もう初心者ですね、さあ今から楽器弾くぞって時ね、大体付属品でついてくるのがこのヤマハの 4C っていうね、ローバッフルのマウスピースなんですね。もしくはね、セルマーだったらセルマーの同等のね、ローバッフルのものがついてくるんですけれども、おそらく皆さんこれから始めたと思うんですよ。ね、おそらくね、僕もね、これ間違いなく 4C と同じぐらいの開きのものから使ったはずです、僕も。はい。それでね、同時にね、皆さんよく使われるのがバンドーレンの青箱の2半とか2からね、こう、リードを使い始めたと思うんですよ。おそらく。はい。じゃあ次の写真見てみましょう。ドーンと。はい、いきなりね、青箱にバッテンをつけてるんですけれども、これ何かっていうとね、ぶっちゃけ言っちゃいましょう。青箱は使わない方がいいです。はい、もうどんなジャンルでもそうです。吹奏楽でもね、ジャズでもポップスでもね、何でも一緒です。青箱は使わない方がいいんじゃないかなと思いますと。はい、じゃあこの写真、じゃん。はい。じゃあね、緑箱、2 or 2半って書いてありますね。これもバンドーレンのね、Java ですね、緑箱。これで、2か2半を使うのが僕はいいと思うんですよ。で、青箱と比べて一体何が違うかという部分も説明しなきゃいけないんですけども、青箱よりもかなり柔らかいです。で、すごく音が出やすいです。そういう違いがありますと。まずそこからね、理解することが重要なんですけれども、で、今回のお話はね、とりあえず緑箱のこの2半を初めから使用するという過程でね、話をしていきますということです。はい。ってことは、皆さん一番初めはね、ヤマハの 4C と同等のレベルと、緑箱のね、2半からセットにして使うといいでしょうっていうのが超初期段階、初めの段階です。はい。それで、サックスってね、練習してってね、練習してって、どんどん上手くなってきたと。で、上手くなってきて、音もね、大体出るようになってきて、そしたらね、皆さんね、何が起こるかというと、大きい音とかを出すのに、限界が来るんですね。このヤマハの 4C と、緑箱の2とか2半を使うと。もしくは高音の方、高い方の音を弾いたときに、結構音が詰まってしまうと。高い音出したいのに、もうこっちの力の方が、アンブシュアの力の方が強くなってきちゃって、詰まった感覚がしてくるという現象が起きてきます。これ必ず起きてきます。で、そうなった時にですね、一般的に多くの人が何をするかっていうのが次の写真です。ドン。はい。緑箱の2半だと仮定すると、それを3とか3半にリードを固くしていくっていう人がおそらく9割ぐらいだと思います。まだね、初心者の段階ですけど、皆さんそのぐらいの知識はあって、2半よりも3の方が硬いから音が詰まらないんじゃないんだろうかとか、もっと空気が入っていくんじゃないかっていう風な仮定のもと、リードを
硬くしてしまうんですよ。これが負の連鎖の始まりです。はい。はい、じゃあね、次の写真見てみましょう。ドーンと。はい。で、負の連鎖だと仮定すると、一つだけ言えることは、リードを硬くしていくっていうのは NG です。やんない方がいいです。うん。じゃあね、じゃあどうすればいいんだよっていう話になってきますけど、じゃあ次の写真。ドーンと。はい。マウスピースの方に着目するんですね。マウスピースの方に着目して、今までヤマハの 4C、もしくは同等のマウスピースを使っていたところを、ローバッフルの6程度の開き、もしくはハイバッフルのマウスピースの5程度の開きのマウスピースに変えてしまうっていうのが次のステップです。はい。はい、じゃあ次の写真見てみましょう。はい。じゃあね、マウスピースを変えました。うん。そしたら、じゃあリードはどうするのかっていうと、リードはそのままです。変更しません。緑箱の2半のままです。ってことは、柔らかいリードのまま、マウスピースのオープニングが若干広がっていくと。もしくはハイバッフルにこの段階で切り替えてしまうと。うん。僕の多くの生徒さんも、だいたい半年以内ぐらいに、もうハイバッフルの5程度の開きのものに変えてる人がほとんどです。大丈夫です。何の問題もありません。皆さんちゃんとできてるので、これが僕から見ると正しいマウスピースの変更の第1段階目ですね。はい。はい。じゃあこれがね、正解ってことでね、青丸を書いておりますと。うん。で、それで、そしたら、次ですね。今度はこのローバッフル6、もしくはハイバッフル5が基準となるんです。で、大体皆さんそれにも慣れてきます。うん。大体ね、大きい音がもう限界、もうこれ以上大きい音出ない。もしくはもっとアンプションが育っちゃってね、高音、もっと高音の部分をね、出したいとか、もっと大きい音を出したいっていう欲がね、どんどん出てきますと。うん。さっきと同じ、ヤマハの 4C の時と同じです。慣れてきちゃうんです、人間っていうのはね。うん。なので、そこで、はい、次の写真。またみんながやりそうなことが、リードを硬くしていってしまうと。ね。うん。またね、3とか3半を使い出すと。そういう危険性がありますが、先ほどと同様、リードを硬くするのは NG でございますと。はい。それでですね、じゃあ何がね、正解かというと、さっきと全く一緒です。またマウスピースだけを変更するんですよ。うん。じゃあ、例えば、ローバッフルの6ぐらいのをね、使ってた人は、今度は、もうハイバッフルに変えていいんじゃないかなってことで、ハイバッフルの5とかね、そのぐらいのものに変えると良いでしょう。で、そもそもハイバッフルの、ね、5を使ってた人は、もうそろそろハイバッフルのね、7ですね、相当開いてますね、に変えてしまうのはいかがでしょうかということです。それと同時に、はい、この写真。ね、リードは緑箱の2半のままです。はい。一つ言えるのは、リードは1回も変えてないということです。現時点で。はい。うん。っていうことで、気づいたらですね、ステップをいくつか経てですね、ハイバッフルと緑箱の2半にね、落ち着いてきた。これが僕が思うところの正解の、経路です。手順ですね。はい。それで、最終目標って書いてありますけれども、まあ、あくまでもね、最終目標って何かっていうと、まあ、ものすごく、音量の幅もコントロールできて、音色の種類もコントロールできる。うん。それから、ビブラートとかベンドとかそういったね、テクニックなども問題なく、弾くことができるっていうのがですね、やっぱりハイバッフルの7ぐらいなんですよ。うん。それで、リードはもう初期段階から全く変わらずですね、緑箱の2半。非常に柔らかいリードですね。うん。で、これが一応最終目標に設定しておくと良いでしょうっていうのが僕の考えですと。うん。
じゃあね、ここでね、じゃあ、どんなハイバッフルのマウスピースを選べばいいのかとか、もしくはですね、バンドーレンの緑箱の2半って言うけれども、他のリードはダメなのかっていう話なんですよ。うん。で、僕が思うのは、もちろん、例えばこのマウスピースもね、種類が違えば全部音色も違いますし、このね、リードもね、ブランドが違えばね、もちろん全部違います。一個一個癖がありますね。うん。なので、結局この段階からより良い、も自分がより好きな音の方向性とかに持っていくのが、ここから先の話なんですね。うん、なので、この、メーカーのこのブランドのね、マウスピースはどうだろうとか、このリードはどうだろうって言って、実験していくというのがですね、もうこの最終段階までたどり着いた人がようやく行うべきことだと僕は思うんですよね。うん、なぜかっていうと、やっぱり一番重要なのは楽器でものすごい種類の音色を奏でられることと音量のコントロール、マウスピースのコントロールがしっかりできるっていうのがもう第一の目標なので、ですね、まずそこを達成してから最終的にこの音色の話になってくるんではなかろうかと、僕は思っております。うん、でね、今日話した中でね、何が一番ね、重要かというとですね、リードですね。リードは2半のまま、初期段階、超初心者の段階から、最終段階まで変わらないってことなんですね。2半のままで大丈夫です。全く問題ありません。リードをね、3半とかにすると、どんな弊害が出てくるかというとですね、コントロールできないんですよ。うん。コントロールできない。で、どういうことかというと、音色を、例えば3半は弾けたとしても、1種類の音色しか出ないとか、ベンドがかけられないとかですね、低音が硬くて出しづらいとか、もうむっちゃくちゃ弊害が出てくるので、3半。3半はやめといた方がいいと思います。で、このマウスピースとかリードの話っていうのはですね、理解するまでに、まあおそらく何十年もかかると僕は思うんですよ。うん。で、結局最終的に自分で実験してみる以外方法がないんですね。はい。でね、このチャンネルでね、もう何回も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 ですね、ハイバッフル、ハイバッフル、ハイバッフルってしつこいぐらい言ってきてますけれども、ね、過去の動画でね、たくさんハイバッフルのことを語ってるので、ぜひ後でね、お時間があったら見てみてください。うん。でね、やっぱりね、サックスの演奏っていうのはですね、このマウスピースのコントロールが、おそらく僕の中ではね、8割、9割を占めてるんですよね。もう、ここのセッティングがうまくいってないと、どんなに練習してもできないテクニックはもう絶対できませんし、鳴らない音は絶対鳴らないんですよ。うん、いくら自分がもう1日何時間、8時間、9時間、10時間練習しても、もうこの機材が合ってないと絶対にできないんですね、そういう技がね。なので、まずね、いろんなものを実験して、例えば今日僕が語ってたようなその手順ですね、をとりあえずやってみて、それからね、考えてみるっていうのがね、いいと思いますよ。無駄にね、10時間とか20時間とかね、練習する必要が一切なくなるんですよ。うん。そしてね、もう一つあるんですけども、演奏してて、ああ、これ音出しやすいな、楽だな、と思いつつ、ものすごく、例えばですね、いろんなテクニック、フラジオが余裕で出たり、サブトーンが余裕で出たり、いろんなね、音量コントロールができたりっていうマウスピースがあれば、それに越したことはないです。もう辛い思いしながら、一生懸命弾いて、出ないな、出ないな、練習したらどうなるかなっていうのは、無駄な時間に過ぎません。なのでですね、まずは機材です。機材、機材、機材、機材。ということでですね、皆さんも機材をね、ぜひね、見直してみる良い機会だと思うのでね、ぜひ実験してみてください。はい、ということで今日はね、負の連鎖ですね、マウスピースとこのリードのね、負の連鎖からどうやって脱却するか、どうやって脱出するかをね、語ってみました。ね、負の連鎖ね、一回でも感じたことがあった人は、ぜひチャンネル登録と良いねボタンをよろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画で会いましょう。バイバイ。